ご視聴ありがとうございます。今回は、開業後に地獄を見た駅のご紹介です。裏目に出てしまったコンパクトな設備と、事態を打開すべく行われた工事に迫ります。想像以上に複雑なトンネルぶち抜きの工事が必要になった意外な理由と、工事費が倍増した事情にも注目です。すっかり綺麗になった駅に待ち受ける未来とは、一体何でしょうか。ここは、都営大江戸線の月島駅です。都営大江戸線は、東京都心を囲む環状部と、北西に向かって伸びる放射部からなる、全長 40.7 キロの路線。環状部をぐるぐる回る運行形態ではなく、光が丘と都庁前を往復する、6の字運転が行われています。その性質上、他の地下鉄路線の多くと接続しており、この月島駅では、東京メトロ有楽町線と接続しています。ホームは改札を入って右に回り込み、階段を降りた先にあります。大江戸線のホームは駅ごとにデザインが異なっており、月島駅はアクセントの水色の柱が特徴です。大江戸線の環状部では、内回り、外回りといった表現はありません。この列車では、大門方面、光が丘行きという案内がなされます。この列車に乗って、次の駅を目指します。一つ前の駅との間で JR 京葉線と運河をくぐるため、奥では駅間が谷になった線形です。急カーブと急勾配で知られる大江戸線ですが、次の駅までは直線道路の真下を走っており、それほど大きな勾配もありません。ものの2分程度で、次の駅、勝どきに到着です。月島駅は一面2線の島式ホームでしたが、進行方向左側にホームがあるこの駅は、デザインだけでなく、構造も異なるようです。ホームに降りて、発車する列車を見送ります。あまり速度が上がらないまま加速をやめてしまうのは、線路がこの先で90度向きを変え、施設が移転したのに駅名だけはそのままな、次の築地市場駅へと向かっているからです。このまま向きを変え、ホームの後ろへ歩いていきたいところですが、左奥の光景にご注目。そう、ホームドアより一段高い仕切り壁の向こうには、もう一つのホームがあるのです。大江戸線の各駅は、2階建ての駅以外すべて島式ホームになっており、例外はここだけです。仕切り壁は金属の地肌がむき出しになっており、かなり浮いた存在になっていますね。ホームの後ろへと向かいます。大江戸線の車両は、1両あたりおよそ 16.5 メートル。8両編成ではおよそ132メートルで、東京の地下鉄としては、銀座線の96メートル、丸の内線の108メートルに次ぐ短さのため、ホームの反対側までしっかり見通せます。大江戸線は、計画段階では20メートル車の10両編成でしたが、建設費削減のために車両が小型化され、車両自体もリニアモーター駆動を採用したミニ地下鉄と呼ばれるタイプになり、トンネル断面を小さくすることで、コスト削減が図られました。そしてこのホームにある設備は、階段4カ所とエレベーター1カ所。そのうち手前から2番目の階段以外は、エスカレーターも併設されています。ホームの終端までやってきました。壁際の構内図を見ると、階段やエスカレーター、エレベーターの位置と大きさが、2つのホームで少々異なることがわかりますね。一旦改札階へと上がります。この駅が開業したのは、今からおよそ22年前の2000年12月。それにしては、エスカレーターも階段も古さを全く感じさせない、綺麗な設備です。エスカレーターを上がって正面が改札、ではなく、ここで後ろに回り込んだ奥に改札があります。改札は2つの区画に分かれており、先ほど上がったエスカレーターと、その一つ手前のエスカレーターが、この改札につながっています。改札からの動線が2つある場合、横から見た時に8の字にするのが普通ですが、こちらの改札では、動線が2つとも同じ向きになっていますね。この改札を出て、もう一方の改札へと向かいます。改札の横の通路にはスロープがあり、緩やかに傾いています。左右の壁面の模様は水平のままなので、色が濃いところの高さが少しずつ上がっていきます。左右に伸びる地上への通路を過ぎたところで、通路の真ん中にはコーンが置かれます。左側通行なので、左に移りましょう。駅自体がそこまで大きいものではないので、改札の距離はそれほどありません。こちらの改札にも駅員が配置され、設備自体も先ほどと同じくらいのようです。ただしこの駅の改札は、この2カ所だけではありません。
こちらの改札を入って右に折れると、通路の向こうにもう一箇所の改札が見えてきます。勝どき駅の改札は全部で3箇所あるのです。改札機は5台。他の2箇所の改札に比べ、一回り小さい設備です。窓口には係員もいませんが、それより妙なのは、5台すべてが出場専用になっていることです。出場用の改札機なのではなく、入場、出場が両方できる改札機を出場用に固定しているようです。そして改札正面にはフェンスが置かれ、展示ブロックもカバーで覆われています。改札を出たら、右に回り込むしかルートがありません。その先にあるのが、私が先ほど入場した改札。そう、この改札の方が近い出口がないので、単に遠回りになってしまいます。そのため、この部分には人気が全くありません。改札正面の通路は構内図にもありますが、少々先に行ったところで途切れています。ただし、先ほど見えたフェンスの奥も、その手前と同様に整備されています。照明もつけられ、その左手には展示案内板、中央奥には構内図があります。それだけではありません。左に回り込んだ場所には、券売機を設置できるスペースが用意されています。運賃表まで掲出され、券売機を置けばすぐ共用できそうな感じですが、展示案内板は表示内容も整えられ、工事中といった雰囲気とも違うだけに、不思議な感じです。まだよく見ていなかった、隣の両国方面ホームへと向かいます。先ほど私がいた大門方面ホームと、どのように違うのでしょうか。階段を降りていて気づくのが、左右の壁がくすんでいること。これまで見てきた構内の中では、少々印象が違います。ホームに到着です。仕切り壁の横では、大門方面行きの列車が停車中です。こうして見ると、壁の模様が少々異なり、色やパネルの高さも違っています。こちらの柱には濃淡の差もなく、仕上げもデコボコしており、違いが目立ちます。さらに奇妙なのが、ホーム上の看板や機械類です。片側しか共用されていないのにホームのど真ん中にあるため、動線が塞がれ、スペースが使いづらくなっています。施設をもう少し細かく見ると、他にもボロが出てきます。階段から続く展示ブロックは張り替えられており、元は左右それぞれに伸びていたことがわかります。そして、これまでのカットでは四角になっていましたが、柱に彫り込まれた駅名板と同じものが、こちら側にも設置されています。その後ろ、ホームの真ん中にある看板のうち、線路と反対側には、方面案内が上から消された跡があり、その上の駅名板には、字駅の表示が消されているのがわかります。消された駅は築地市場。そう、かつてこの駅は一面二線の島式ホームであり、大門方面ホームは後から増設されたのです。その裏にある一筋縄ではいかない事情とは一体何だったのでしょうか。大江戸線では建設費削減のため、駅施設が全体的にコンパクトに設計され、線路が2本のみの駅は2階建て構造の駅を除いて島式ホームとされました。一方、勝どき駅のホームは、隣の月島駅に比べて一回り狭く、天井も低くなっています。大江戸線の環状部で他の路線との接続がない駅は数えるほどしかなく、乗降客数の想定も少なかったことが理由のようです。ところが、鉄道アクセスがあまり良くなかった場所に大江戸線が開業したことで、駅周辺の開発が加速します。現在では駅前にはタワマンが立ち並んでいますが、これらは軒並み、大江戸線の開業後に建設されたものです。また、開業翌年には駅の南東に大規模オフィスが完成、朝ラッシュにこの駅を下車駅とする旅客流動が加わり、混雑は悪化していきます。ちなみに駅名の由来は、駅の北にある勝どき橋です。時の字は常用漢字でないため、ここだけひらがな表記になっているのです。混雑悪化の要因は、ホームが狭いことだけではありません。交差している道路にはアンダーパスを作る計画があり、大江戸線のトンネルはそこを避ける必要がありました。そのため改札階を駅の全体に広げることができず、現在では通路でつながっている改札同士は物理的に分断されていたのです。その上、駅が交差点の中心からずれていたため、動線の量にはばらつきがありました。あの大規模オフィスができたのは、道路の月島側だったため、動線の少ない改札が混雑することになったのです。開業初年度でさえ月島より多かった乗降客数は、
先ほどの大規模オフィスの影響もあり、翌年には6万人を超えました。なお、2019年度の乗降客数は10万8000人。大江戸線の38駅では3番目で、新宿と大門に次ぐ多さであり、単独駅では大江戸線を含む都営地下鉄で最大です。激増する乗客の受け皿は、狭いホームと分割された不便なコンコース。増加の一途をたどる乗客は、間もなくさばききれなくなります。ラッシュに誘導員を置くなどしていたものの、それだけでは対処しきれず、2008年頃から改良計画が検討されます。大門方面の専用ホームを増設すると同時に、分断されていたコンコースをつなげるものです。東京では、戦前に建設された銀座線や、戦後間もない時期に建設された丸の内線で、こうした大改良を行った駅が複数ありますが、都営地下鉄ではここだけです。また、元々あったホームのエスカレーターは1箇所増設されました。構内図で上からシールが貼られていたあの部分であり、壁面のデザインが新設されたホームと同じであることから、後付けされたものであることがわかります。そしてこの時、この先にある改札は設備自体が大幅に改修され、場所も変わりました。かつては出口に近いところにありましたが、コンコースが繋がったことで今の位置になっています。また、こちら側の改札の床面が高くなったのもこの時です。この辺りでは左右の仕上げは新しいですが、2本の柱と正面突き当たりの壁は仕上げが異なっており、元の部分を流用しているのがわかります。もともと改札があった場所は、動線を確保するために斜めの壁になっています。コンコースをつなげるにあたり、トンネルの上下にそれぞれ計画されていた立体交差がネックになりました。計画された立体交差のうち、下側のトンネルと干渉しないよう、新設されたトンネルの底面は他の部分より薄くなっているほか、新設されたコンコースの天井は、道路の床面を兼ねる構造となっています。コンコースがかさ上げされた痕跡は、改札内にも残っています。新設されたホームでは、床が水平になっているのに対し、元々あったホームでは、かさ上げされた部分を完全に吸収できなかったらしく、床面が少しだけ傾いています。そして、あの出口専用改札も、この時新設されたものです。一連の工事費は、総額160億円。2009年には80億円と見込まれていましたが、地盤改良や障害物の撤去などが加わり、2倍程度に膨らみました。変化したのはホームとコンコースだけではなく、この工事の中で、出口も増やされています。駅の中央にある A3B 出口がそれであり、元々あった階段に被さる作りのため、エスカレーターに踊り場があるという珍しい構造をしています。この工事の後も混雑は続いており、中盤で見かけたもの以外にも、通行場所を守らせるためのコーンなどが随所に設けられ、一部のエスカレーターは朝ラッシュには上り専用となるなど、ソフト面での対応が続いています。そして今でも駅周辺の開発は続いており、巨大なタワマンが絶賛建設中です。この2棟のタワマンは、駅の南東にあり、作りかけだった通路の先に位置するものです。出場専用改札の正面にあった通路は、再開発でできた施設へのアクセスのためで、この先の通路が完成するタイミングで入場もできるようになりそうです。同じ湾岸エリアでは、東京メトロ有楽町線の豊洲駅でも、急増する乗客に対応するため、構内が大改良されています。こちらはホームを増やす工事ではありませんが、トンネルをぶち抜くド派手な工事が行われ、構内は様変わりしています。概要欄にリンクがありますので、こちらもぜひ一緒に見てくださいね。ご視聴ありがとうございました。